皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本保守党が大阪で初めての街頭演説を行いました。この街頭演説は週末に行われ、JR 大阪駅のヨドバシ側で行われました。そこには多くの人々がやってきたことにより、周辺の道路には人の行き来すらちょっと難しくなるのではないかといった具合の大混雑が見られました。それだけ多くの人たちが関心を持ち、演説を聞こうとしたわけですが、肝心の街頭演説については、視聴者がたくさん出たというような通報によって、パトカーや救急車が大量にやってきたことにより、中断を迫られ、また多くの人々が周辺に大量にいることから、もしも競技倒しなどが発生すれば、大きな事故などに発展する危険性もあるとして、警察から中止の要請があり、これを受けて街頭演説は途中で終わりました。その後の場外乱闘なども含めて話題になっています。今回の動画ではそのことについて解説するとともに、現在の政治状況として新党が望まれているということを皆さんにお伝えしようと思います。それではまず現場で何が起こったか、インターネット上では様々な写真が出ているのでそれらをご紹介しようと思います。まずは現場がどのような状況なのか、せっかく関西に引っ越しているということもあって現場の撮影をしてきました。ヨドバシカメラは大阪のすぐ横にあり、周辺の道路なども非常に広く、歩道もまた多くの人々が行き交えるぐらいの広さがあります。ただし、ご覧になってわかるように広場になっているわけではありません。さて、それではこの場所にどれくらいの人がやってきたのか、当時の写真が出回っているので見てみましょう。左の写真がヨドバシカメラの1階と2階の歩道に人が本当にぎゅうぎゅうになっている状態を示しています。右の写真は同じくその現場から見上げたところ、そして右下の写真はその向かい側の JR 大阪駅と阪急梅田駅をつなぐ連絡橋の歩道も本当に人が埋まっているということを示しています。このように多くの人々がやってきたわけですが、その当時現場にいた人たちの X などでの書き込みを見ると、決して大混乱になっていたというわけではなさそうです。しかし、人の往来そのものがなかなか難しかったというのもまた事実でしょう。そして多くの人々が集まったところで、さあ街頭演説を進めていこうというところで、あっという間にこの街頭演説は中止となりました。このあたりのことについては、記事をご紹介しましょう。百田直樹氏 VS 維新が勃発。日本保守党の大阪梅田街頭演説で警察中止要請めぐり SNS 上で意見噴出。日本保守党の百田直樹代表らが11日に大阪梅田のヨドバシカメラ前で街頭演説。演説には大勢の聴衆が集まり、パトカーや消防車など緊急車両が集まる騒ぎとなったため、始まってすぐに警察の要請で中止となった。これを受け、SNS 上で様々な意見が上がった。大阪&日本維新の会の参議院全国比例区支部長、飯田氏は一般聴衆をエキストラに仕立て上げて大入り満員とするのは地と騒動が大きくなりすぎたと投稿。百田氏がこれに反応し、こいつ誰？もしかして維新の議員？想定外の聴衆が集まったことが信じられなくて、動員をかけたと言いたいのと怒りの声を上げた。また、動員をかけたのが一発でわかる。普通の聴衆ではないという市民の声にも何の根拠があってそんなことを言うのか。そもそも日本保守党は組織も支部もないと反論した。一方で圧倒的、私たちは伝説の目撃者などの投稿にはツイートや感謝の言葉で対応。支持者に対して私たちの予想をはるかに上回る人たちが集まってくれたことでご迷惑をおかけしてしまったことは私たちのミス。結果として満足のいく凱旋にはなりませんでしたが、このリベンジは必ずやります。近いうちに私たちの思いを大阪の多くの人々に届けますと約束していた。という具合に、街頭演説そのものは警察側からの中止要請が入ったことにより途中で終わったわけですが、このことに関してはどうしてそこにまで至ったのかについて、これもまた様々な意見が出ています。そもそも警察車両がたくさんやってきたことに関しては多くの人たちから疑問の声が上がっていました。こちらのことについても記事が出ているので見てみましょう。11日、大阪梅田で初めてとなる大阪凱旋を行った。ところが大阪府警が想定以上の人が集まって危険があるとして中止を要請し、わずか30分で終了した。人が倒れているとの通報が府警にあり、消防車と救急車計23台が出動したが、搬送者は確認されていない。SNS では、聴衆の安全確保に問題があったとの指摘がある一方、日本保守党の支持者らからは通報が
凱旋妨害を目的としたものだったのではとの声もある。大混乱の現場で何が起きていたのか、警や消防を取材した。百田氏と事務総長の有本氏、共同代表の河村隆氏、名古屋市長が顔を揃えて、大阪梅田で行われた凱旋は、同党の想定以上の人々が集まったため、午後6時開始の予定を繰り上げて、5時50分頃に始まった。当初は静かだった現場に異変が起きたのは、スタートから約10分後、消防車のサイレンが演説の声をかき消すように鳴り響いた。その後も、現場周辺に集まる消防車や救急車の数は増え続けた。所轄の曽根崎署の要請を受けた百田氏が、人が集まりすぎていて、危険であるから中止してほしいと警察に言われたという話をここで行い、間もなく凱旋が終了した。大阪市消防局に当時の状況を聞くと、午後5時54分頃に府警本部から凱旋現場に負傷者が多数いるとの連絡があり、消防車と救急車計23台が出動した。搬送者は確認されなかったという。消防局に負傷者が多数いるというふうに連絡が入ったというのです。たくさんの人たちが集まっていることから、そのような状況が発生してもおかしくはないわけですが、ここにもあるように、じゃあ実際に多くの人たちが負傷者として運ばれたのかというと、それが全く確認されなかったというのです。これは消防からの返答などを考えると、実際にそのような通報は入ったと考えるべきで、しかしその通報が全くの虚偽の可能性が高いということを意味しています。例えば多くの人たちが集まってくるとどうしてもその中には立ちくらみや気絶などをして倒れる人というのも出てきても不思議ではありません。ですがそれはあくまでも個人の出来事であって、このような多数の人たちが倒れているという通報はかなり内容としては事実ではない可能性が高いというわけです。そのためインターネット上で言われているように、いわゆる街頭演説そのものを妨害するために誰かが嫌がらせで電話したのではないかといった話へとつながってくるわけです。ただインターネット上にはこのような消防車や救急車が大量にやってきたことそのものが政府の陰謀であるとか、もしくは日本維新の会がそのように警察や消防署へと圧力をかけたのではないかといった話などをしている人たちもいるわけですが、これはかなり怪しい話で真に受けない方がいいと私は思います。というのも、現在このような多くの人々が集まる場所というのは、かなり警察や消防などは気をつけています。なぜならば、日本国内においても花火大会などで将棋倒しで何十人の人たちが亡くなったといったことも昔ありましたし、つい最近韓国においては100人以上の人たちが亡くなるというようなことも実際に発生しています。ですから、多くの人々が集まる場所においては、その人たちをどれだけコントロールできるかというのがかなり注意深く見られるわけです。今回の街頭演説なのですが、そうした意味では、日本保守党はまだ発足したばかりですから、多くの人々が集まった時にそれらの人々をうまく制御して、人は集まっているんだけれど安全ですよと言えるまでの措置を取るのは難しいというのが現実なわけです。そうしたわけで警察の要請は決して不当な圧力というふうに取るべきではないでしょう。人がたくさん集まっているという状況そのものは事実なのですから、もしもそこで何かが発生するとしたらと危険性を警察が考えるのは私は妥当なことだと思います。この街頭演説をめぐっては当初から何やらデマがたくさん流れていて、いわゆる日本保守党に対する妨害行為なども非常にたくさんのところから行われている可能性があります。例えば、警察署に届け出てこの街頭演説を実施しているわけですが、インターネット上ではなぜか警察への届け出もなく街頭演説を行ったというような、いわゆる全くの嘘なども一部出回っていました。また、救急車がたくさんやってきて、一体誰が運ばれたんだという話についても、消防署としては結局搬送する必要があった人は見つからなかったという話をしているわけですが、これまたインターネット上でいやいや多数の人たちが運ばれたのを見たぞなんていう書き込みをしている人もいて、騒ぎに便乗して注目されたがっているんだろうなと思えるような人も複数見られました。それだけに SNS である X の上では賛同者と否定的な人たちの対決みたいな形になって、本当の話が何なのかちょっとわからないぐらいになっています。少なくとも今回の記事でご紹介したように、消防署に取材をしたところ、搬送された人はいないということなので、多数の負傷者がいるんだから、たくさんの救急車をよこせといったような通報については、虚偽の可能性が高いといったところが、今のところは確率としては高そうです。さて、このようにして、
騒動それ自体がインターネット上で大きな話題になったわけですが、話は本来のところに戻って、なぜこれほどの多くの人たちが街頭演説に来たかといったことについてのお話をしておきましょう。まず第一に、社会情勢的に多くの人々が今、不動票としてさまよっている状況です。自民党政権については問題がある。しかし、野党に次の政権を担ってもらおうと思えるのかといえば、いやいや、野党の方が問題があるぞ。自民党も嫌だけど、野党の方もより大きな問題を抱えているとなれば、一体どこに投票すればいいんだと思う人は非常に多いわけです。ですから、支持政党はどこですかと聞いたときに、支持政党はありませんよと答える人たちが非常に多いというのが今の日本の政治状況なわけです。一方で、方向性として左派系、右派系といったものをもしも定義するのであれば、いわゆる左派系の方はすでに前からあるし、ここで新党ができたとしても、そこに多くの人たちが熱烈な支持をする、そして多くの人々が集まるといったことはないでしょう。一方で右派系の方なわけですが、こちらの方は受け皿がない状態で漂っている人たち、そしてそれらの人たちが今の政治状況として自公政権が続くのも良くない。しかし野党にも支持できる政党がないといった状況の中で、それらの人々の思いを受け止めるための器となる政党を求めていました。そのような政治状況だからこそ、日本保守党が今回街頭演説を行うにあたって、多くの人たちが関心を持ってやってきたのだと私は思います。そして、土地柄的に言っても、関西圏は日本維新の会が非常に強いのですが、しかし日本維新の会がここまで強くなれた理由というのは、その前の大阪自民が非常にダメダメな地方政治をやっていたせいで、それよりはずっといいでしょうということを提示する形で、日本維新の会が大阪で地盤を築きました。しかし、ここにもねじれ現象があって、国政政党としての維新の会に満足できるかというと、またそこにも問題があって、大阪では維新が強いんだけど、しかし国政的には維新でも満足できない人というのもたくさんいる状態ですから、やはりここでも新党に対する期待を持っている人たちはたくさんいるわけです。自公政権に対する不満が高まれば高まるほど、野党に流れる人も多ければ、また新党に対する期待を持つ人たちも多いという状況は、これからももっともっと続くと私は思います。岸田首相はこのような政治状況に対してもっと危機感を持って政治に当たらなければ、自民党は選挙で大きなしっぺ返しを食らうことでしょう。ただ、現在の選挙制度から言うと、衆議院選挙においては日本保守党はかなり厳しいと思います。というのも、全国比例の場合だと多くの票を集めて議員を1人2人と他へと送ることはできるでしょう。しかし衆議院選挙においてはそれぞれの選挙区において戦わなければならない関係で、インターネットを中心にして多く支持者を集めてきた日本保守党にとっては、投票できる人というのはそれぞれの選挙区になってしまうと、組織票を持っている既存政党の戦いには苦戦せざるを得ないからです。また目玉となる立候補者を誰を立てるかというのも、これもまた日本保守党の大きな問題となるでしょう。そうした問題ははらみつつも、今回これだけ多くの人々が街頭演説にやってきたということは、それだけ多くの人々が今の自公政権に満足しておらず、新しい風を今の政治に吹き込んでほしいと願っていることの証拠だと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。